業日の主要指数の終値を確認しましょう。皆さんこんにちは。 US テックナビです。3月8日の米国株マーケットレポートです。本日は土曜日のため米国株市場は休場となっています。本日は全営業日の振り返りと注目のマクロニュースを中心にお届けします。全営業日の米国市場は主要産指数が揃って下落しました。 S&P500 はマイナス 1.33%、 ハイテク株中心のナスダックはマイナス 1.59% と下げが目立ちました。ダウ平均株価もマイナス 0.95% で取引を終えています。セクター別に見ると素材セクターが 2% を超える下落、テクノロジー、一般消費財も大きく売られました。一方で生活必需品やエネルギーセクターは小幅ながら上昇しています。景気減速懸念からディフェンシブ銘柄へ資金が向かう動きが見られました。マクロ経済の動向です。前日に発表された2月の雇用統計が市場に大きな影響を与えています。非農業部門の就業者数が予想外の9万2000人減少となり、失業率も 4.4% に悪化しました。この結果を受けブルームバーグはボーマン FRB 副議長が追加利下げ支持に傾いたと報じています。労働市場の冷え込みが FRB の金融政策スタンスに変化を促す可能性が出てきました。しかし市場は利下げ期待を素直に交換していません。ロイターが指摘するように原油価格の高騰と雇用市場の減速という二重の重しがのしかかっています。これは景気が後退する中でインフレが進行するスタグフレーションへの警戒感を高めるものです。投資家心理を冷やす要因となっています。また個人投資家の動向にも変化が見られます。ダイヤモンドオンラインによると日本の NISA 口座を通じて10ヶ月連続で米国株からグローバル株へと資金がシフトしています。過度な米国株集中への見直しや地政学リスクを考慮した分散投資の動きが広がっている可能性があります。続いて世界情勢と金融市場のニュースです。金融市場では原油価格の上昇が続いています。中東情勢の緊迫化を背景にニューヨーク原油先物価格は一時1バレル92ドル台をつけ、およそ2年ぶりの高値水準となりました。ホルムズ海峡の封鎖懸念などが供給不安を煽っています。この原油高は世界のインフレ動向を左右する最大の不安定要因です。来週の注目イベントを予習しましょう。来週は市場の方向性を占う上で極めて重要な経済指標の発表が控えています。特に注目されるのが米国の消費者物価指数 CPI です。今回の弱い雇用統計の結果を受け、インフレの動向が FRB の次の一手を判断する上でさらに重要性を増しています。また FRB 当局者の発言が禁じられるブラックアウト期間に入るため、経済指標の数字そのものに市場の注目が集まります。企業決算ではソフトウェア大手のオラクルとアドビの発表が予定されています。それでは本日の AI 分析です。 AI の膨大なデータ分析によると来週注目すべき銘柄としてオラクルが挙げられます。景気減速懸念が強まる中、企業の IT 投資、特にクラウドへの支出は比較的底堅いと見られています。オラクルの決算でクラウド事業の堅調な成長が確認できれば市場に安心感を与える可能性があります。来週の重要な決算発表としてその内容に注目が集まります。なおこれは AI によるデータに基づく推測であり投資助言ではありません。投資は自己責任でお願いします。本日のレポートは以上です。来週は CPI の結果と中東情勢が相場の鍵を握る展開となりそうです。この動画が参考になりましたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回。